今日はアスファルト9をやってるんだな。このゲーム色々言われるけどやっぱり定期的に遊びたくなっちゃうんだよね。まあでもなんというか、普通に遊ぶの飽きちゃったんだよね。すごいシンプルな悩みだった。それなら気分転換と言ってはなんだが、ちょっとしたテストをしてくれないか？テストってどれくらい速く走れるかみたいな？ごめん、そっちのテストじゃない。実はつい最近、知り合いからこのタブレットをもらったんだがな。まあちょっとスペックを見てくれ。アトムじゃないですか、やだー。しかもメモリ4ギガじゃないですか。デュアルチャンネルとはいえきついですってー。落ち着いてくれ。気持ちはわかるぞ。こんなスペック見たら禁断症状出ちゃうよ。それは重症すぎんだろ。でもな、それでこのタブレット PC の使い道を色々考えてたんだがな。アスファルト9ってお前の使ってる内蔵グラフィックで動いてる PC でも快適だろ？ちょっと待って。だから、このタブレット PC でもアスファルト9ならできるんじゃないかと思うんだよ。もうそうなると思った。レイムも前からスイッチジャイロじゃ物足りなくてタップのジャイロ操作やってみたいって言ってたし、このゲームは PC 版でもタップ操作とジャイロ操作に対応してるから、ちょうどいい機会だと思うんだぜ。そこまで言われたらやるしかない。安直だな。じゃゲームのインストールもやったし、システム設定も極限まで最適化したから、あとは頼むぞ。はい。よし、それじゃあ早速マルチプレイで試してみてくれ。いやいきなりマルチプレイ？まあ1、2回負けたところですぐ挽回できるだろ。そういう問題じゃないと思うんだけど、というかもうすでに嫌な数字が出てるんですが。気にするな。待機中にスペックのおさらいだ。なんかスルーされた。CPU はインテルアトム X7Z8700。4コア4スレッドの超省電力 CPU だ。何気に4個あるのね。インテルコアシリーズで例えると i3-530。530？いや530？第1世代です。もうダメだこれ。もちろん今回のアトムの方がコア数は多いから全く同じくらいとは言えないが、CPU のスコア的にはそれくらいだということだけ掴んでおいてくれ。時間がなくなってきたからざっと紹介するがメモリは DDR3 の 4GB。内蔵グラフィックはインテル HD グラフィックス GeForce GT710 のモバイル版と同等くらいの性能だ。いよいよわからなくなってきた。ゲームのグラフィック設定はもちろん完全な最低設定だ。あとシステム側の解像度はネイティブの 1920×1280 にしてある。まあそこは後から調整してくれ。というかロード遅くない？まあ CPU の処理が追いついてないんだろうな。このゲームロード遅すぎると負け判定になるような。それだけは企画倒れになるからやめてほしい。これは。やっぱりこうなるか。いややっぱりこうなるかじゃなくて、まともに操作できないんですけど、というか 10fps しか出てないんですけど、これはお使いの端末は正常です案件だな。私がお使いの端末は正常ではありません。わざわざテロップ出さなくていいから。さすがにこれは厳しいな。やる前から分かってたでしょ。さすがに見てられないのでカット。ウェアイズ私の努力、こんなの勝てるわけがないよ。とりあえず、30fps は欲しいって感じだな。ならあれを試してみる価値はあるな。ってことでシステム設定にやってきたぜ。今使ってる PC は Windows 11だからなんか懐かしさを感じるわね。で、このゲームには謎の仕様があって、システム側の拡大率を変えるとゲームの実行解像度が変化するんだ。というと？まあ簡単に言うと、例えば 1080p で 200% の拡大率にすると、ゲームはその半分の 540p で実行されるってわけだ。普通に解像度を変えるっていうのは？この PC の画面比率は3対2で、それにぴったり当てはまる解像度はネイティブ以外にないから、画面の上下か左右にデッドスペースができてプレイしにくくなってしまうんだぜ。なるほど、画面をいっぱいに使って解像度を下げる唯一の方法なのね。そういうことだな。よし、ゲームに戻ってきたぞ。さっきよりはいい感じに FPS が出てるわね。まあこれをレース中もキープできればいいんだけど。じゃあやってみよう。今回も無事開始には間に合ったな。なんでこういう時に限って大阪なのかな。でもさっきよりは明らかに快適になったわ。まだ多少はカクついてるが、ギリギリ遊べるラインってところだな。少し時間が経ったからかフレームレートも安定してきたわね。なお大量障害物ゾーンでカクカクになるという。このゲーム低スペ PCJ をとことん潰しに来てるわ。いや普通に考えてこんな低スペ PC に考慮されてるはずがないんだろうけど、録画してなければ 30fps で固定してプレイすることもできそうだな。というかお前どこでそんな操作上達させてきたんだ？これがスイッチ版引退の代償ってやつよ。絶対スイッチ版引退しない方が良かったじゃんそれ。いやまあ本当にスイッチの携帯モードでジャイロ操作してる時とほとんど変わらないというか、むしろそれよりやりやすいような気がするんだよね。これで 60fps 固定できれば最高なんだけど、ハイエンドスマホ買ってどうぞ。まあなんというか、ハンドル操作は腕で、ニトロとドリフト操作は指って感じで分担して操作してるからやりやすいのかもしれない。パッドとどっちが使いやすいのか？まあそれはパッドだけど、普
通にちゃんとしたスペックで練習すれば多分こっちの方が上達できると思う。あれ、もしかして泥板移行考えてらっしゃる？まあ、それはね、これ絶対移行するやつだ。そんなことよりもうすぐゴールよ。左上の UI が被っててよく見えないけどぶっちぎりの1位で走行中だな。クラッシュの可能性を感じたのでバレル台は回避。ということで私レイム、超低スペタブレット PC で1位取ってやりました。これは低スペ端末の可能性を感じたな。いやまあ普通に他のマシンと性能差があったからだとは思うんだけどね。とにかく、テストしてくれてありがとうなんだぜ。じゃ、お礼にもう1レースってことで、これは完全に味を占めてらっしゃる。ということでマッチングしました。ロードもギリギリセーフ。そしてより安定した FPS を出すために解像度を少し落としました。レーススタート。ステージはスコットランドのザ・ケイブ。使用マシンはシボレイコルベットグランドスポート。マシンランクは3860。さっきと違って同じくらいのマシン性能のプレイヤーもいるから気をつけろよ。そうなんだよね。しかもこっちは 30fps 以下。相手は 60fps とか 120fps の可能性もあるし、まあゴールド帯で使えるマシンでフレームレートに影響してくるような高速車はそんなにないから大丈夫だとは思うんだけど、いや前のアステリオンなぜクラッシュしたし、世にも奇妙なアスファルトナイン。とりあえず1位をノクダするなり抜くなりしたいところ。いやこれは普通に差をつけれる。相手プレイヤーはアウト側に行ったな。まあ私もここの正しい処理いまいちわかってないんだけどね。とりあえず過度な減速は不正だ。スピンしないように気をつけながら切り返し、我ながら一瞬でタップ操作の切り返し上達してる気がする。お前の場合はタップ操作もスイッチでやってただろ。いや正直あれはハンドル操作もタップだからそもそもそんなに切り返しするタイミングがない。さっきもちょっと話したけどやっぱり操作を分担できるとマジで走りやすい。全部指でやるってのはなかなか難しいことなんだな。色々話してたらあっという間にゴールしました。後ろは近かったが1位は1位だな。対戦ありがとうございました。まあなんか気に入ってるみたいだし、私はあんまり使うことはないからハイエンドスマホを買うまでの練習端末として使ってもいいぞ。やったぜ。それじゃあ今回は時間も時間だしここらで終わりにするかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。